エコバックスリーボット X1 オムニを半年ほど使用しました。掃除機の性能やマッピングの挙動、アプリの完成度などはよく話題になっていると思いますので、ここでは実際に使用して気がついた点や実際の掃除機内部の汚れ具合、最低限必要なメンテナンスなどについてお話ししたいと思います。なお、動画の中には掃除機内部に溜まったゴミやホコリの映像が出てきますのでご注意ください。まずは汚水タンクからです。掃除機のステーションをトイレのすぐ横に設置しているので、汚水タンクに溜まった水はすぐ隣にあるトイレに流して捨てています。楽なのですが、汚水の廃棄時にはタンク側面が汚水で濡れたり、多少なりとも跳ねが上がるので簡単ではありますが、タンクや床を拭く手間が発生します。汚水タンク自体のメンテナンスですが、掃除後毎回汚水タンクを空っぽにしても1週間程度するとタンクの底がこのようにドロドロに汚れてきます。この汚れはタンクの底から側面に広がり上に伸びてきます。なお、汚水タンクの内側をきれいな水で毎回洗い流してもこの問題を防ぐことはできませんでした。気にはなりますが実害は特にないので諦めて数ヶ月に一度程度スポンジで中をきれいに洗うようにしています。ちなみに汚水タンクを都度空っぽにしないと数日で汚水タンクを開けると雑巾のような匂いがしてくるようになります。次に給水タンクです。タンク自体はしっかりとした作りで出し入れも給水も簡単なのですが、私の環境だけかもしれませんが、タンクを取り出すたびにこの部分から水が少し漏れ出します。結構飛び出している場合もあり気になるので都度拭き取るようにしています。タンクへの給水ですが、タンクが大きいので洗面所では給水できません。この小さな給水口から水を入れるとタンクを手で持つ必要があったり水が飛び散ったりしてしまいます。実際にはこの蓋を全開にして一気に水を入れています。私の場合、全部屋フローリングとタイルなので毎回床拭きなのですが、数ヶ月間使っていると濡れ拭き直後の床から雑巾のような臭い匂いが上がってくることに気がつくことがありました。いろいろと試してみたのですが、その際にはこれらの掃除機内部の掃除をすると匂いが出なくなることが分かりました。実際のダストボックス内の汚れ具合です。2日に1度程度約60平方メートルの室内を1ヶ月間掃除しました。本来推奨されている清掃手順の詳細や頻度は説明書を見ればわかるので解説しませんが、私の場合このような感じで掃除をしています。私の使用環境下ではおおむね1ヶ月から2ヶ月に1度くらいの頻度で掃除機内部の清掃を実施しないと床拭き時の匂いの問題が発生し始めます。
ダストボックス内に残ったホコリとゴミは水拭きの湿気のためか固まって容器内に付着しています。水洗いできるものはすべて取り外し、最終的にすべてぬるま湯で洗っています。水につけると固まってこびりついたホコリも簡単に落とすことができます。説明書によると、このフィルターも水洗いできるようなのですが、きれいになる気がしないので、エアダスターで詰まったホコリを吹き飛ばして掃除しています。常に濡れ拭きモードで掃除しているので、内部に溜まったホコリは湿っている場合にはヘドロ状になっており、乾いた状態にはホコリが固く固まった状態になっています。まずは大まかに手で固まったホコリを剥がし落とし、その後ぬるま湯で洗い流しています。メインブラシも取り外し、髪の毛やホコリを手で取った後、水で洗っています。取り外しのできない本体側に付着した汚れは、ウェットティッシュで内部を傷つけないように注意しながら、きれいに拭き取ります。モップパッドです。実際に匂いを嗅いで確認してみても、モップパッド自体から特に匂いはしないのですが、この問題が発生した際には、モップパッドを取り外して洗濯機で洗うようにしています。洗浄シンクです。洗浄シンクは付属のブラシで掃除するのですが、ゴミが中に残ってしまい、なかなか取り除けません。トイレットペーパーで残ったゴミや髪の毛を取り除きます。天板の部分にホコリが溜まっています。見た目だけの問題ですが、ついでに簡単に拭き取ります。次に使用時に気がついた点です。 Google フォームからは全部屋の清掃と停止しか操作ができません。ウェブサイトに部屋が指定できるような記述を見かけたのですが、実際には部屋の指定はできません。掃除機内蔵の音声アシスタントイコの日本語環境での使用ですが、トイレの掃除をしてというと、マップ上のバスルームに割り当てられている部屋の掃除をし始めます。トイレの掃除をしてくれません。D-BOT 専用洗浄剤ではなく、サードパーティー製の洗浄剤を試していました。本機種対応のサードパーティー製の洗浄剤がまだ見つからなかったため、汎用のロボット床掃除機用の洗浄剤を試しました。結果としては使えるには使えるのですが、
本洗浄剤メーカー指定の量を入れると、モップパッド洗浄中に泡が立ちすぎて洗浄シンクがいっぱいですの表示エラーで動作が停止してしまうことが分かりました。指定の半分量程度ではこの問題は発生しませんでしたが、洗浄剤が十分に機能していない可能性があります。なお、床拭き時の匂いの問題は少しマシになる程度で十分ではないと感じました。本体内部の定期的な清掃は必須です。実際にはこういったメンテナンスの手間などがありますが、うちには絨毯はなく全部屋濡れ拭きが可能で、しかもペットを飼っているため吸引も濡れ拭きも同時にこの程度の手間でできるのは本当に便利です。あとはどの程度故障しないで長持ちするか気になるところです。